日頃からスクワットをして足が太くなる方、このボールペンを踏むだけで美脚になるスクワットができるようになります。皆さんこんにちは、結びトレーナーのみーです。スクワットをしててフォーム気をつけてるのに足が太くなった気がするっていう方たくさんいらっしゃいませんか？私のフォロワーさんにはそういう方がたくさんいらっしゃって、日頃 DM やメッセージをたくさんいただいております。そもそもスクワットをしてなんで足が太くなるかっていうと、それはフォームが正しくできてないからってよくあることとして、膝が内向き、つま先が外向きになってる方いません？このフォームに関してはフィットネス業界では絶対にやってはいけないって言われてるニーイントゥアウトという姿勢なんですね。この姿勢でスクワットをずっと続けてしまうと、もちろん前ももがパツンパツンになったり、あとは骨がずれて膝の痛みにつながったり、膝下横脚とかそういった足の歪みの原因になってしまうので、これは絶対やってはいけません。なんでニーイントゥアウトの姿勢になるかっていうと、こうやってスクワットをした時に足首のこの胸骨っていう骨が歪んでる状態では、上から体重がこうやってかかった時に胸骨が内側に倒れて、つま先立方骨っていうのが外側に向いてしまう原因になるんですね。ちょっと今私真似しただけですごい前もも痛いので、ここで注目。ここが外くるぶしなんですが、この下からちょっと前、これが立方骨っていう骨なんですけど、これが外側にとにかくずれてしまうので、この立方骨が外側にずれないように、こういった太めのちょっと硬いボールペンを立方骨の下に置いてスクワットをするだけで、つま先が外に開かず上手にできるようになるんです。ただスクワットがうまくできない原因として、この股関節に問題がある方もたくさんいらっしゃるので、まず股関節周りの歪みの調整から一緒にやってからスクワット一緒にやってみたいと思います。それでは前ももの筋肉から伸ばしていきましょう。左側の足首を手で持ってもらって、腰が反れないようにしっかりと腰丸めながら膝を後ろに引いていきましょう。かかとをしっかりとお尻の真ん中のトップあたりにつけておいて、ぐーっと前もも伸ばしていきます。この前ももがとにかく日頃から頑張ってるから、スクワットをしても前ももは私働くぞって頑張ってしまうので、ここをしっかりと伸ばしてあげることによって、緩んでる状態になってるので、スクワットをしてても多少は前ももに効くのをちょっとはよくする感じですね。あんまり効かせないようにね。じゃあ反対側も同じようにやってみましょう。足首を持ってかかとをお尻につけたら、膝を後ろに引いていきます。で、腰こうやって反れないようにしっかりと腰丸めながらお腹に力入れて膝を後ろに引いていきます。右側の前もも伸びてますかね。膝をしっかりと外側に引くんだけど、腰は反れては意味がないので、腰はしっかりと丸めながら、でかかとが外側にずれてはいけないので、お尻の真ん中トップあたりにこうやってねくっつけて前ももを伸ばしていきましょう。はい、OK です。では今度は股関節を曲げる運動をやっていきたいと思います。で、左側のつま先外側に開いてもらって、膝をぐっと胸に近づけていきます。ここ軸足はしっかりとマットをぐっと押さえつけるように、外側に重心かけないようにしてもらって、膝が内側に倒れてはいけないので、しっかりと膝をぐっと上に持ち上げます。開いて。では手を離してもらって、ここで20秒キープしましょうか。股関節の筋肉が弱ってしまうから、ここ前ももばっかり働いてしまうんですね。なんで運命共同体で前ももと働いてる股関節周りの腸腰筋っていうインナーマッスルをしっかりと使ってあげることによって、股関節の安定性も作れて、前ももを日頃から使うことをまだ防止できます。なんで股関節の筋肉とっても大事なので、日頃から鍛えるようにしましょう。
では膝開きながらぐっと膝胸の方に近づけて抱えてもらって、骨盤しっかりと丸まらないように立ててください。息止めないようにしてください。では手を離してみて自分の力でキープしてみてください。骨盤こうやって丸まったり猫背になってはいけないので、背筋ピンと伸ばしてもらって、背筋伸ばしたら骨盤しっかりとニュートラルに立ててもらって、膝をぐっともっと上げて、もっともっともっと上げて、しっかり膝内側に倒れないように。はい、 OK。じゃあ今度は立って深層外旋ロッキングっていう股関節を開く筋肉を今から鍛えてみたいと思います。ではここ内側のふくらはぎの方に足裏合わせてもらって、腰はしっかりと立てた状態で横にパカパカっと開いていきます。でこうやって一緒に体がついていってはいけないので、腰をしっかりと立てた状態で横にパカパカっと開いていきます。たくさん開くっていうよりは、この深層外旋ロッキングっていうお尻の内側の筋肉に効いてる感覚があればそれで大正解ですからね。はい、 OK。 反対側も同じようにやってみましょう。足裏を内側のふくらはぎに当てたら膝をパカッと開いていきます。しっかり腰立ててもらって背筋ピンと伸ばした状態で膝を横にパカパカッと開いていきます。一緒に体上体までついていかないように骨盤はしっかりと真正面向けたまんま。この股関節を開くお尻の筋肉が弱ってしまうから足が内向きになってしまったりするわけなんですよ。女性の方、硬い内側に向いてる方とっても多いですね。なのでこういった股関節を使う筋肉とっても大事です。はい、 OK。では外くるぶし側の真下から一歩前のところ、ここ立方骨の下にボールペンをペコッと踏んでもらって安定性を作ります。足幅は腰幅ぐらいにしてもらって胸をしっかりと張った状態でこのまま5回しゃがんでみましょう。じゃあ肩を前から後ろにぐるりっと回して肩甲骨息下げて、鼻から息吸って吐く息で肋骨締めながらお腹に力を入れる。では耳と肩の距離遠くに伸ばしたら膝をしっかりと外側に開くんだけど、内くるぶしと母子球でしっかりとマット踏ん張りつけながらしゃがんで、もう一度しっかりと股関節折り曲げながら胸張って下がります。3、ゆっくりね、スピードは大事じゃないですよ。4、戻る。膝とつま先同じ方向向いてますか？しっかりと母子球で踏ん張ってくださいね。はい、 OK。 しゃがみやすくなりましたよね。それでは立方骨の下、左側の足の立方骨の下にボールペンを踏んでもらってつま先しっかりと真正面向けてもらって肩を下げて股関節からゆっくりとしゃがんでいきます。母子球でしっかりとマットを踏ん張りつけるようにして胸はしっかりと張る。お腹に力入れてください。2、そう、股関節しっかりと折り曲げる。であんまりたくさんしゃがんでしまうとこれもまた前もパンパンになってしまうので、しっかりね腰が丸まらない範囲までしゃがんでいきます。4、戻る。ラスト5。しっかり膝開いてますかね。つま先と同じ方向になってるかどうか確認して、はい、起き上がりましょう。はい、これでだいぶスクワット上手になってると思うので、じゃあ今からボールペンなしでスクワット10回ずつやってみたいと思います。で足幅腰幅つま先しっかりと正面向いてもらって肩を前から後ろにぐるりと回して肩甲骨引き下げる。耳と肩の距離を遠くに伸ばして顎は引いたら胸しっかりと張ってもらって、はい、両手胸の前に置いたらゆっくりとしゃがんでいきましょう。どう？さっきより全然しゃがみやすくない？ 2、戻る。
3、股関節しっかりと折り曲げながら胸張って、顎を上げないように顎はしっかりと引きながら行います。4、戻る。5、6、戻る。7、戻る。8、戻る。つま先内側に入らないように膝開いてね。お尻でしっかりと床踏ん張ってください。戻る。9、戻る。ラスト10。はい、OK。じゃあ今度はワイドスクワットっていうスクワットやってみましょうか。足幅を肩幅より広めに広げてもらって、つま先は広げても45度ぐらいまでです。ではしっかりと母子球で床を踏ん張りながら膝を外側に開いて、お尻を後ろに突き出します。でこうやって内側に倒れやすいので、しっかりと膝を外側に開いてください。戻る。2、戻る。3、股関節から折り曲げるね。膝外側にしっかりと開いてください。戻る。4、しっかりと膝開いて。で外側に重心かからないようにしっかり母子球で床踏ん張ってください。で腰が丸まってはいけないので、骨盤がニュートラルになる範囲まで。7、8、9、膝開いてくださいね。ラスト10。はい、股関節しっかりと折り曲げて胸張って。はい、OK。はい、皆さんお疲れ様でした。ぜひ美脚手に入れてくださいね。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録と高評価ボタンぜひお願いします。明日は今日より綺麗になりますように。またね、バイバイ。